こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。今回は前回さばいたおこぜを調理していきたいと思います。覚えてますか？このどうしようもないいかつい顔。もうね、一周回って可愛く見えちゃいますよね。そんなおこぜ、味は本当に美味しいので、今日はね、刺身と唐揚げを作りたいと思います。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景を週1回投稿してますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。はい、ではまず刺身から作っていきたいと思うんですけれども、前回のおこぜをさばいた動画まだ見てないよって方いましたら、そちらも見てくださいね。おこぜはね、あまり一般的に知られてないんですけれども、本当に美味しい料理がたくさんあるんですよ。冬のフグ、夏のおこぜなんて言われたりするんですけどもね。ただね、夏に産卵を迎えるので、実際の旬は冬から春になるそうなんですよ。まあとはいえ、あのフグと比較されるぐらいですから、おこぜも立派な高級魚というわけです。刺身ですが、うちの店はこのように薄作りで出してます。そして食べ方はですね、このように肝を茹でて肝醤油で食べてもらってます。フグみたいにポン酢で食べるのもありですね。あとはもじ塩ってわかりますか？海藻から作った塩なんですけれども、たまにそのもじ塩で食べたいって方やっぱりいますね。通な感じがしてなんかおしゃれっすよね。そんな大人になりたいピエールでした。はい、では刺身が完成しました。さあ続きまして唐揚げに参りましょう。さばいたアラ、中骨すべて使って唐揚げにしたいと思います。ここからは営業中に撮影したので、ちょっと周りがガヤガヤしますのでお許しください。はい、まず粉をつけていきます。前回もお話ししたんですが、うちの店ではおこぜ一式というメニューを出してまして、おこぜの身は刺身にして、アラや中骨はじっくり揚げて骨せんべいにしてます。この骨せんべいっていうのが根強い人気ありますよね。おこぜに限らずなんですけども、あらゆる魚で骨せんべいというのが作れるので、これがやっぱり酒のつまみにぴったりなんですよね。日本酒なんかとも相性がいいですし、日本酒と相性がいいといえば忘れちゃいけないのが骨酒ですよね。骨酒ともいうのかな。ご存知の方多いと思うんですけども、骨を焼いて熱燗の中に入れてコクや香りを楽しむという飲み方なんですけれども、これがまた絶妙な味ですもんね。日本酒の味と魚の美味しいコク、出汁を同時に楽しめるっていう贅沢な飲み方ですよね。骨酒で有名なところですとフグのヒレ酒なんてありますけれども、こちらもうちの店ではファンが多いです。さあどうでしょう。骨せんべいもいい感じに上がってきたのではないでしょうか。さあでは盛り付けに入りたいと思います。どうですか、この上がり具合。カリッカリで美味しそうですよね。見てたらお酒飲みたくなっちゃいましたね。飲んじゃうかな。あとは器に盛り付けて薬味を添えてポン酢で召し上がっていただいております。もちろんもじ塩もいいですよ。本日の仕込みは以上となります。ご意見ご感想などありましたらコメントいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、おっす。